はい、皆さんこんにちは。ヤンビーザチャンネルです。はい、今回は BSSR オーナーズマニュアルの内容についてお伝えできればというふうに思っています。で、前回の、配信でも、BSSR、いろんなところで不具合出ているっていうふうなことを私もお伝えしているんですけど、リコールが出てますっていうふうなお伝えの仕方をしてるんですけど、実際のところは、言っても500台ぐらいしか、販売されていないオートバイなので、オーナーさんの方から、不具合の連絡が販売店さんの方に行って、で販売店さんの方からデートナーさんの方に、エスカレーションされて、どういう対策をするのか、また販売店さんの方にフィードバックする対応されてたみたいなので、その辺についてもお伝えできればというふうに思っています。ハンドメイドの部分が数多く使われているバイクなので、ものによってはチェーンとフレームが当たっちゃうみたいなことがあったりしても、別の車体ではそういうことが起きない、オーナーさんの乗り方一つで、ステーにクラックが入る入らないみたいなものもあったりするかなというふうには思うので、この動画でお伝えする不具合っていうのが、500台の全部に出ているかっていうと、そうではないよっていうことは前提でお伝えできればというふうに思っています。はい、それではオーナーズマニュアルを見ていきます。オーナーさんが少ないということもあって、製本されたものではなくて、ルーズリーフにファイリングされたマニュアルになっています。余白のページや点検記録簿を除いて、全部で117ページ。そのうち22ページがヤマハ純正部品のパーツリストになっているので、それを除いた95ページといくつか付録している書類が BSA オリジナルの内容になっています。目次は全部で1から12章まであるんですけれども、9から11章はブランクです。まず第1章はブリティッシュバイクの歴史について、有名メーカー14ブランドの歩みについての資料です。デイトナが本場イギリスのカフェレーサーカルチャーをいかにリスペクトしていたかというのがすごくよくわかる資料になっています。また、1907年から1962年までのマント TT レースのレース結果についてまとめられているページがあり、これが非常にマニアックな資料集になっています。2章はさらに BSA の歴史についてフォーカスされています。この章の締めくくりはもちろん BSASR の開発についてということで、BSASR のことについても述べられています。3章は組み立て要領です。ハンドル周りとフロントホイール、マフラーの組み付けの図解があります。4章は取扱説明になります。それほど特徴的なことは書かれていませんので、ここは早送りしていきます。5章はサービスデータについて書かれています。主要証言について書かれているんですけれども、当時の SR400、2型の車両重量が170キロだったというふうに僕は記憶してるんですけれども、BSASR はそれよりも20キロ軽い150キロが車両重量になっています。タンク、マフラー、前後のフェンダーと、あとはフレームの違いで20キロの軽量化っていうことだと思うんですけれども、逆に言うと、これ以上軽くするためにリプレイスする余地っていうのがあまりないバイクなんですよね。あと、面白いのが、車両定員は2名になっているんですが、車両総重量が215キロというふうにされていて、実際にはタンデムで乗ることは想定されていなかったんじゃないかなっていうふうに思います。6章は定期点検設備についてです。書いてあることは普通のことばかりなので、ここも早送りしてしまいますね。7章はカスタムパーツカタログです。デイトナのヤマハ SR 用のカスタムパーツが紹介されています。特に BSASR 専用というものはありません。
8章はパーツリストになります。BSASR 専用部品についてと、ヤマハ SR400 の純正パーツカタログから抜粋したものになります。9から11章は空白です。アップデートする必要があった時のためのものだと思うんですが、実際にマニュアルが更新されたのかどうかは私はちょっとわからないです。12章は BSASR オーナー登録フォームとクレーム申請書の説明です。BSASR オーナー登録フォームは、用紙を BSA カンパニーリミテッドまで送ると、折り返し車両保有証明書とオーナーズネームプレートが返送されてくるという仕組みでした。製造上の不具合については、新車登録から1年間の間、無償での保証修理とされていました。では、実際にどのようなクレームが寄せられていたのか、私が分かっているところを紹介して、今回の動画を終わりにしたいと思います。チャンネル、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次回の内容なんですけど、BSASR のことからちょっと離れて、ヤマハ SR400 のことについて、お話しできればいいなというふうに思っています。また次回もご視聴いただけるとすごく嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。失礼します。